これは43時間拷問された少年が発見された際の音声です。1995年7月31日、アメリカ・ウィスコンシン州バラブー、警察が突入したのは廃屋同然に散らかったとある一軒家。佐藤、いるんだろ。人の姿が見えない部屋に呼びかけると、一人の少年が力なく返事をしました。僕はここです。この少年、佐藤・フィリップスこそ通報した張本人。彼は床に横たわった状態で息も絶え絶えに警察を見つめていました。待ってろ、すぐに病院へ。そう言って佐藤を抱えようとした瞬間、警察はその場に凍りつきます。なぜなら佐藤の両足が曲がるはずもない方向に曲がっていたから。そう、彼は警察が駆けつけるまで43時間も拷問にかけられていたんです。43時間拷問され、おぞましい姿で発見された少年。彼が体感した終わりのない絶望とは。常軌を逸した犯人の暴力は壊しては直すの繰り返しだったんです。おさすけなんです。いや、みなみこんです。いや、最近さ、なんか目を疑う光景が目の前に広がってたみたいなことさ、人生なんかあった？私あったの。生きてたらね、ありますけど、最近あったんだ。そう、あって、いつも歩いてる道にね、花壇みたいなところに囲まれたところに木が生えてる。だからまあ木が花壇に囲まれてるみたいなところがあって、2回聞いたね。そこに花壇の中だからさ、あんまいないはずの人がなんかスッて立ってたの。入っていいのかっていう感じですけどね、そもそもね。わかんないんだけど、で、遠目になんか人いるなと思ってスーッて歩いて行ってたら、近づいて行ってる途中にいきなりその人がなんか閉じてたのをスッて開けて、四股を踏み始めたのよ。相撲取りの？そう、四股をドスンって踏み始めて、聞きたかったの。なんで木の前で四股踏んでんですかって聞きたかったんだけど、怖かったのかなのか素通りしちゃったのね。で、もう一回あれは本当だったのかなと思って、後日その木の前に通ったんだけど、木の根元って草生えてるじゃない。普通はね。もさもさって入ってんだけど、四股踏んでたとこだけ足跡がついて草生えてなかったの。努力家。本日はあなたならどうするというテーマでお届けできればと思います。はい。この事件はアメリカ・ウィスコンシン州で起こった非常に残忍な事件なんです。13歳の少年がボロボロのね、薄気味悪い家に連れ込まれてしまうんですけれども、そこではいつ終わるともしれない壮絶な拷問が待ち受けていたんです。13歳の子が拷問されてるって聞いただけで苦しくなってきちゃうわよ。そんな年の子がさ、犯罪者みたいな男に捕まってさ、逃げ出せるわけがないじゃないのよ。それがですね、この少年はね、勇気を振り絞り、何度も犯人からね、逃げ出そうとはしていたんです。というわけで皆さんもね、もしこの少年だったらと考えながらね、この動画を見ていただければと思います。突如、両親の元から姿を消した少年。そして、この少年が無事でいる間に警察が来る見込みはなかったんです。音もなく消えた少年。1995年7月30日、アメリカ・ウィスコンシン州バラブー。朝起きたら息子がいなくなってたんです。とある民家の玄関先で必死の形相で警察にそう訴えていた女性。彼女の13歳の息子佐渡フィリップスは昨晩リビングで映画を見ていたといいます。そして両親が朝起きてみるとテレビはつけっぱなしの状態で、そこに佐渡はいませんでした。両親は自宅周辺は当然のこと、車で街中を探しても息子の佐渡が見つからず、警察に助けを求めたんです。民家に迎え入れられた警察は昨晩佐渡が寝ていたというソファーや彼の部屋のベッドを確認。佐渡くんはここで寝ていたんですよね。争った形跡もありませんし、誘拐の線は薄いでしょう。きっとどこかへ遊びに行っているだけですよ。警察はそう言って両親をなだめますが、彼らはその言葉を受け止めきれずにいました。まだ引っ越してきたばかりで佐渡には一緒に遊ぶような友達なんていないんです。お願いします。佐渡を探してください。まあパトロールの時に気をつけてみますよ。懇願する両親をよそに、のどかな地域柄もあってか警察は事態をそれほど重く捉えてはいませんでした。両親が街中探していなかったんでしょ。なんでこんな警察はのんきなわけ？地域柄ね、自然豊かで治安のいい地域だったっていうのもね、あったのかもしれないです。一方、行方不明の佐渡はその頃、ある場所から必死に脱出しようと試みていたんです。よし、あいつがいないうちに。両親が街中を探し回っている頃、自宅から数百メートルも離れていない民家で、ベッドからずり落ちるようにして床に腹ばいになった少年佐渡。彼が落ちた勢いで床からは埃が舞い上がります。廃屋のようにボロボロのその家は、そこかしこにゴミが散乱している状態でした。佐渡が這うようにして部屋を出ると、目の前に現れたのは1階へ続く階段。彼は這ったままの状態でその階段を勢いよく転がり落ちました。階下にたどり着いた佐渡はその衝撃で数分間気絶。前日から食事も水も口にしていない彼の意識は常に朦朧としている状態だったんです。
いけない。気を失ってた。早くキッチンへ行かないと。意識を取り戻した佐渡はリビングを張ってキッチンへたどり着きますが、そこでまた力尽きてしまいます。薄れていく意識の中、佐渡はただひたすらに昨日の自分の行動を後悔していました。7月29日の深夜、佐渡は自分の体が小刻みに揺れていることに気がつき、目を覚ましました。パパ？その日、リビングで映画を見ながら眠ってしまった佐渡。目覚めた彼は誰かの腕に抱かれており、父親がベッドまで運んでくれていると思ったんです。しかし見上げるとそこには知らない少年の顔が。佐渡を運んでいるのはこの近所に住む17歳の少年ジョー・クラーク。ジョーは家の外に出ると同時に佐渡を下ろし、こう言いました。車のエンジンがかからなくなっちゃってさ、ちょっとついてきてくれよ。寝ぼけていた佐渡は状況がつかめない中、言われるままジョーについていってしまいます。家から連れ出されたことは不可解でしたが、この時の佐渡には彼に悪意があるようには見えなかったんです。困ってるなら仕方ないよね。佐渡は純粋な子だったのね。でもそれよりもさ、連れ出したのが17歳の少年だったって聞いて、なんかそっちの方が闇深さを感じるんだけど、どういうことなの？しかもこの後ね、その犯人のジョーはあくまでも仲のいい友達のように振る舞い続けていたっていうのがより不気味さを増すんです。佐渡の家を出てから800メートルほど並んで歩いた2人。すると彼らの前に現れたのは廃屋同然のボロボロの一軒家。ジョーが話していた車はどこにも見当たりません。入れよ、今パーティーの企画してるから一緒にやろうぜ。ジョーはそう誘いますが、佐渡はその家の異様な様相に戸惑いました。するとジョーは佐渡のクラスメートもパーティーに参加予定だと何人か名前を挙げて彼に告げたんです。みんなと仲良くなれるチャンスかもしれない。引っ越してきたばかりでまだクラスに馴染めていなかった佐渡はそんな期待からついその家に足を踏み入れてしまうんです。そして佐渡はその家に入ったことをすぐに後悔しました。その家の床には腐った食べ物やゴミが散乱し、カビだらけの状態。とても友達を集めてパーティーを開くような場所には思えなかったんです。佐渡が動揺していることに気がついたジョーは思いついたようにこう切り出しました。部屋にモデルカーコレクションしてるんだ。見に行こうぜ。人の良さそうな笑みを浮かべているものの、どこか有無を言わせない威圧感を放つジョー。佐渡はその場はイエスと答えるしかありませんでした。ジョーはさ、なんか今から何してかすか分かんないみたいな、めちゃくちゃ不気味な雰囲気でさ、こんなのちょっと逃げ出すことさえできなそうじゃない？普通に。13歳とね17歳じゃね、体格も違いますからね。そしてジョーに誘われ向かった2階では最悪な時間が待ち受けていたんです。悪夢の始まり。ボロボロの家の2階の寝室へ招かれた佐渡。彼はジョーと2人でベッドに寝転び、モデルカーのコレクションを眺めていました。ジョーの表情は変わらず穏やかなまま。嫌な予感を覚えていた佐渡は彼のその様子にひとまず安堵していたんです。本当にモデルカーを見せてくれるだけだったんだ。しかしそう思ったのもつかの間。何？うつ伏せに寝転んでいた佐渡の体に突然馬乗りになったジョー。その顔は先ほどまでとは打って変わって気味の悪い笑みで歪んでいました。次の瞬間、ジョーは佐渡の足首をひねり骨を砕いたんです。痛みに顔を歪めながらとっさにジョーを押しのけた佐渡。彼は折れた足首を引きずりながら必死に階段を駆け下りました。ジョーは佐渡をすぐには捕まえず、しばらく泳がせた後、キッチンにたどり着いたところでまた彼を取り押さえます。そしてリビングのソファーまで佐渡を引きずっていくと、今度は右足をあらぬ方向に曲げ、太ももが折れるまで全体重を乗せたんです。絶叫する佐渡をよそにジョーは至って落ち着いた様子で言いました。なあ、テレビ一緒に見る。何事もなかったかのようにテレビを見始めたジョー。佐渡は折れた足の痛みに必死で耐えながら彼に問いかけました。なんでこんなことするの？するとジョーは満面の笑みでこう言ったんです。俺好きなんだよね。人の骨が折れる音。何？めちゃくちゃ怖いんだけど、何？人の骨が折れる音が好きなの？怖すぎるわよ。なんか人を痛めることでね、性的衝動とか欲求を満たすみたいなね、人間っていうのはいると思うんですけど、ジョーの場合はまた少し違うんです。というわけで本日のメトラキーワードは非性的サディズムについて。非性的サディズムとは、他人や動物を苦しめて楽しむ思考の中でも性的な快楽を伴わないもの。例えば学校や職場でいじめを楽しむ者がいるのはこの非性的サディズムに該当します。一説に非性的サディズムは狩猟時代の名残。その時代の人間はリスクを負ってでも野生動物に立ち向かう必要があったため、対価として獲物の苦痛や死に快感を覚えるようになったという説があるんです。そのため人間は誰しもサディズムの傾向を持っています。そしてジョーのようにその傾向が異様に強いものも
中にはいるんです。そうした傾向を持つ者は脳の働きが通常とは異なり、感情を司る頭皮質の活動が活発かつ攻撃性に関する男性ホルモンテストステロンの分泌量が多いとされています。先ほどまで佐渡の足の骨を折り痛めつけていたかと思えば、テレビを見ている間はまるで友人かのように親しげに話しかけてくるジョー。同一人物なのかを疑うほどに態度を変えるその振る舞いに佐渡は困惑していました。でもこれはチャンスかもしれない。そう考えた佐渡はジョーにあるお願いをするんです。親が心配してるだろうから電話したいんだけどいい？すると意外なことにジョーは電話の許可を出しました。しかし何度ダイヤルを回しても一向にならない発信音。首をかしげる佐渡の様子をジョーは笑みを浮かべながら見ていました。その手に掴まれているのは引っこ抜かれた電話線。そう、ジョーは繋がらない電話のダイヤルを必死で回す佐渡の姿を見て楽しんでいたんです。その後ジョーはハンカチや服を巻きつけてギプスを作り、佐渡を無理やり立てるようにしました。ジョーは少しでも長く拷問を楽しむため、そうやって痛めつけては手を緩めてを繰り返していたんです。まだ13歳と幼い佐渡はそんな悲惨な拷問に耐えながら一つ心に誓っていたことが、泣いちゃいけない、こいつを喜ばせちゃダメだ。そう、彼はまだ涙を一度も見せていませんでした。もう聞いてるだけで辛い。でも佐渡強いわね、こんなもん大人でも耐えれないわよ。佐渡はね、諦めずにね、チャンスをずっと伺い続けていたんです。そこで質問なんですけれども、皆さんがね、同じ状況に立たされたらどうしますか？難しいわね、隙をついて逃げ出そうにもさ、足が動かないとどうしようもないじゃない、助け待つしかないとかなのかしら。というのでね、佐渡は一体どんな脱出を試みたんでしょうか。最後の希望。佐渡が誘拐された翌日、ジョーが出かけた隙を見て脱出を試みた彼は2階から階段を転げ落ち、キッチンへたどり着いたところで気を失ってしまいました。こいつまだこんなに動けんのかよ。帰宅したジョーは驚きつつも気絶した佐渡を抱えて再び2階へ。足に走る痛みで目を覚ました佐渡。ジョーはまたしても体重をかけ佐渡の足を折っていたんです。そして気が済むまで佐渡を痛めつけると、また何事もなかったかのようにテレビを見始めたジョー。満身創痍の佐渡はこのタイミングでジョーにある質問を投げかけるんです。今までにもこういうことをやったことあるの？するとジョーはにやりと笑ってこう答えたんです。ああ、これで3回目だよ。一人は確かクリス・シュタイナーって名前だったな。3回目？なんでこいつ捕まってないわけ？驚きですよね。もう一人のね、被害者クリス・シュタイナーの名前はね、もう一回出てくるんで、皆さんもね、しっかり覚えておいてください。両足を折られながらも脱出を試みて、結局またジョーの部屋へ連れ戻されてしまった佐渡。一方でジョーにはこの後も外出の予定がありました。絶対に逃げられないようにしておかないとな。そうつぶやいたジョーはまた完膚なきまでに佐渡の足を破壊し、彼をクローゼットに閉じ込め、その扉に鍵をかけてしまったんです。佐渡が誘拐されて2日が経とうという頃、クローゼットに彼を閉じ込めたままジョーはまたその家を出ていた。しばらくすると何度となく扉へ物を叩きつける音が響き、勢いよく開いたクローゼット。佐渡は外へと飛び出した。額に大粒の汗を浮かべた彼の足はぐしゃぐしゃに折れ曲がり、もはや原型をとどめてはいない。その手に握られているのはクローゼットの中にあったギター。そう、ジョーの前では決して涙を見せなかった佐渡の心はまだ折れてはいなかった。彼はそのギターで開かずの扉を叩き壊し、クローゼットの外へ這い出した。あいつは今この家にはいない。これが最後のチャンスだ。佐渡は1度目の脱出と同じように腕の力だけで這いずり階段までたどり着いた。そしてまたその階段を勢いよく転がり落ちた。床に打ちつけられた衝撃で意識を朦朧とさせながらも佐渡は必死に前へ進み、やがてキッチンへたどり着いた。今度こそ1度目の脱出の際も佐渡はキッチンを目指していた。そして彼がキッチンへ向かおうとすることにはちゃんと理由があった。佐渡の視線の先にあるのは壁掛けで設置されている電話機。今度はちゃんとコードがつながっている電話だ。彼は床近くまで垂れ下がったそのコードを思い切り引っ張り、受話器を手繰り寄せた。警察ですか？誘拐されました。足が折れてるんです。いたずらじゃありません。ハイウェイ U にある廃屋のような家です。佐渡があまりに理路整然と状況説明したため、警察は本当にいたずらを疑ったほど。その後現場へ駆けつけた警察は助けを求める佐渡の不自然な方向にねじ曲がった両足に唖然とします。一体何があったらこんな状態になるんだ。こうして43時間にも及んだ凄惨な拷問が幕を閉じることに。あと数時間救出が遅れていれば佐渡の命はなかったとされているんです。なるほどね。もう佐渡はもう足は動かなかったけど、電話まで行ければ通報できるって、そこまで行ければって考えてたのね。そうなんです。そしてね、佐渡がね、本当に危なかったことからもわかるように、ジョーは過去に殺人を犯していたんです。
その後の捜査でジョーの部屋からはなんと29人もの名前が記載されたリストが押収されました。そこには名前とともにすぐにある後回し、足に問題ありなどの情報が。それは紛れもなくジョーの拷問リストでした。その夜パーティーに出席していたジョー。警察に取り押さえられた際の彼の言葉は次の通りでした。あいつまだ生きてたのか。事件から2年後の1997年10月、ジョーは第1級殺人未遂、児童誘拐、児童への過重暴行等の罪で懲役100年の刑に。さらに佐渡に対し2100万ドル、当時としては約20億円の損害賠償が命じられました。また佐渡は誘拐されている間にジョーから聞き出したもう一人の被害者クリス・シュタイナーについて証言。結果水難事故死として片付けられていた彼に対し殺人罪が認められ、ジョーには最低60年仮釈放なしの終身刑が追加されるんです。理不尽な暴力にさらされ、それでも希望を失うことなく生還した佐渡は自身を陥れたその男に正義の鉄槌を下しました。彼は今事件を乗り越え家族を持って幸せに暮らしています。あなたは佐渡のようにどうしようもなく思える状況でも諦めずに立ち向かうことができますか？大企業の社長を騙し50億円以上を奪い取った希代の詐欺師地面師、そして地面師に貢がれ狂ってしまった女の末路とは。2024年1月16日、東京都足立区、自宅でくつろいでいた男性はふと顔を上げました。何か今音がしなかったか。その家にいるのは男性と妻の2人だけ。それにもかかわらず男性は妻以外の誰かがいるような気配を感じたんです。気のせいでしょ、あの子は仕事だし。妻の言う通り同居している長男はその日の朝いつも通りに出勤したはず。かすかに聞こえた物音は男性の思い過ごしに思えたんです。それから外出した夫婦は3時間後に帰宅しますが、その頃には家の中の気配のことなどすっかり忘れていました。その時男性が玄関をくぐると同時に響いたのは先に家に入っていた妻の悲鳴。どうしたんだ。男性は悲鳴が聞こえた洗面所へ急ぎました。すると洗面所に立っていたのは妻ではなく包丁をぶら下げた血まみれの女でした。自宅に侵入した不審な女に奪われた両親の日常。犯人が夫婦に抱いた理不尽な恨みの元凶とは。この事件をたどった先にはあの大企業を欺いた地面師の存在があったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。